はいどうも、キスケです。今回の動画では限定星6オペレーターゾアン範囲で組めるパーティーをいくつか紹介しようと思います。ゾアン自体の解説はこちらの動画でやってますんで、まだ見てない方はご覧ください。今回紹介するパーティーはアルデリア塾、アンタル塾、ギルベルタ塾、アイビーエナ塾、アレッシュ塾の5つ。ゾアンはペリカとアークライトが確定枠で、4枠目を誰にするのかで差別化するんですけど、4枠目を変えるだけでチャレンジできる最適ステージが変わります。単体ボスに特化した編成とか、映像の記念碑のような持続的に敵が出てくるステージに特化した編成とか、ゾアンはどんなステージにも持っていける優秀なオペレーターです。各パーティーのローテーション、おすすめの装備、武器なども解説していくんでね。よければ最後まで見てってください。それでは行きましょう。それではパーティー紹介やっていきます。まずはアルデリアを採用して安定感を優先したパーティー。特徴としてはアルデリアの HP 回復で安定した耐久力、連携技からの戦技で30秒間安定した火力を出せることですね。ドカンと一発火力を上げることはできませんが、映像の記念碑のような様々なギミックがある高難易度コンテンツで力を発揮します。一つだけ注意したいのが、アルデリアの連携技はアーツ付着がない状態で重攻撃を当てないと発動できないこと。ゾアンは電磁付着状態の敵に重攻撃か襲撃を当てないといけないので、絶妙に噛み合いません。開幕ペリカの戦技から動く編成が多いもんですから、そこだけは注意しましょう。各オペレーターの装備例はこんな感じ。ゾアンは新しく追加された上流セットとアクセサリーに生物補助プレートがおすすめ。戦技ダメージアップや電磁ダメージアップ、メイン能力もアップで火力を盛れます。3セット効果では自身が感電を消費するたびに消費した異常段階に応じて同じ段数の強化状態を獲得。25秒間1段ごとに電磁ダメージプラス 15%。 強化状態の段数は最大3段までということで、感電を消費するゾアンとマッチしてます。武器はモチーフ武器の古衆が最適。時点で通行証武器の老行、つなぎとして星5武器の術務が選択肢に上がります。ただしゾアンはモチーフ依存度がかなり高いので注意しましょう。モチーフ武器は電磁ダメージプラス 16%、 自身が戦技でアーツ以上を消費するとき20秒間戦技による電磁ダメージプラス 20% と、代用武器と比べると破格の数値です。できればモチーフ武器を引きましょう。ペリカは新しく追加された制覇3セット、胴体に旧国防具がおすすめ。アーツ強度が漏れますし、3セット効果で連携技のクールダウン短縮プラス 15%、 自身が連携技を発動するとき15秒間すべてのスキルダメージプラス 20% と、ゾアンのためにガンガン連携技を打ちたいペリカに最適です。まだ新しい装備を作れない管理人はパルス式でも大丈夫です。武器は破壊ユニット、異暴、荒野瞑想から選択していきましょう。いつも選択肢に上がっている弔いの歌は火力を出したいゾアンが電磁属性なんで選択肢に上がりません。アークライトはパイオニア3セット、アクセサリーに旧国印象がおすすめ。注意してほしいのが、腕とアクセサリー1箇所は新しく追加されたパイオニアです。知性と敏捷で能力値が合ってますし、さらにサブ能力を上げてくれるんで、アークライトの素質1を強化することができます。新装備を作れない人は同じくパイオニア装備の中から選択しましょう。武器はテルミットカッター、 OBJ ケ人から選択していきましょう。ゾアンは電磁ダメージアップのバフを持っているんで、テルミットカッターの方が優先度は高めです。アルデリアはルテン3セット、胴体に生物補助ベストがおすすめ。アルデリアは戦技でアーツ脆弱を付与するのが仕事なんで、3セット効果で
ついでに与えるダメージをアップさせていきましょう。武器は創世のささやき。すべての管理人が無料で獲得できますから、こちらを装備しましょう。それではローテーションを解説していきます。開幕ゾワンの重攻撃でペリカとアルデリア、アークライトの連携技を続けて発動。腐食が付与されてからアルデリアの戦技でアーツ脆弱。アーツ脆弱が付与されてからゾワンの戦技で総来剣を生成しながらダメージを出します。ここまでが1サイクル。アルデリアのアーツ脆弱は30秒も続きますから、あとはペリカの戦技で電磁付着、ゾワンの連携技で感電状態に変換という流れをして総来剣を効率よく生成していきましょう。他のパーティーだと開幕ペリカの戦技からゾワンの重攻撃を当てて連携技発動みたいな流れが多いですから、アルデリアの場合はちょっと違うんでね、アーツ付着した状態で重攻撃を当ててしまうと連携技が発動できないんで、そこだけは注意しましょう。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。といってもゾワンは必殺技中自己完結しているオペレーターなんで、しっかりとアルデリアのアーツ脆弱が付与されているか、それを確認するだけで OK。 ゾワンの必殺技の動きは開幕戦技で電磁付着、重攻撃で連携技、また戦技で電磁付着、この流れをループすればロダン君は消滅します。合間合間にペリカやアークライトの連携技が挟まるんですけど、ペリカの連携技が入ればゾワンの戦技で消費みたいな感じで大丈夫です。続いてアンタルを採用したパーティー。アンタルは継続の長いフォーカスと瞬間的に火力を上げる必殺技、再度電磁付着を付与してくれる連携技など、継続的にダメージを出すことに長けています。ペリカの戦技、アンタルの連携技という動きをすれば、無駄な SP を消費することなく総来剣を生成することができますし、ものすごく相性がいいですよね。ただアンタルは戦技のフォーカスを起点に動くんで、雑魚敵がいっぱい出てくる複数戦は苦手です。単体ボスとかで使うようにしましょう。各オペレーターの装備例はこんな感じ。アンタル以外は変更なし。アンタルはルテン3セット、胴体に旧国防具がおすすめ。戦技のフォーカスは脆弱ですし、必殺技は増幅なんで簡単に3セット効果を発動できます。武器は破壊ユニット、もしくは OBJ 術式から選択しましょう。アンタルは連携技で再度電磁付着を付与してアーツ爆発を起こせるんで、破壊ユニットの効果発動が簡単です。OBJ 術式は能力の発動自体は簡単なんですけど、バフ効果が電磁ダメージアップなんですよね。同盟の効果は加算で計算されるということを考えると、破壊ユニットの方が優先度は高め。それではローテーションを解説していきます。開幕アンタルの戦技でフォーカス、ペリカの戦技で電磁付着、アンタルの連携技で再度電磁付着、重攻撃を当てて連携技発動、そのまま2段階の感電状態を戦技で消費して総来剣を生成しながらダメージを出していきましょう。ここまでが1サイクル。ローテーションが簡単すぎるよね。解説する必要がないくらいです。気をつけるところもフォーカスの持続時間の確認とか、連携技が溜まってるか溜まってないかの確認くらいなんで、敵の攻撃を回避するのに専念できるというのも魅力ですかね。特に高難易度ステージとかはね、敵の攻撃が痛いステージとかだと、HP 回復ができないんで、このパーティーだと素質効果の 9% 無敵を信じるにはちょっと確率がねしんどいですから、そういう意味では簡単なローテーションで敵の攻撃を回避することに専念できるっていうのはなかなかいいかもしれないですね。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。とは言ってもゾワンの必殺技にアンタルの必殺技を合わせてあげるだけ。アンタルの必殺技は12秒間の電磁増幅なんですけど、
12秒もあればロダン君は消滅します。あとは先ほど解説したゾアンのローテーションをループさせていきましょう。これで終わりですね。いや、ロダン君が見えなくなるのがじわじわくるよね。続いてギルベルタを採用したパーティー。ギルベルタは必殺技のアーツ脆弱で瞬間的に火力を大幅に上げれます。短期決戦におすすめですかね。勲章を確保したいとか時間制限付きのステージとかで使っていきましょう。ただ注意点として、ゾアンと組み合わせるならギルベルタのモチーフ武器はほぼ必須かなと思います。モチーフ武器を持っていないならアンタルやアルデリアでいいかなと。ギルベルタのモチーフ武器使命必達は敵を浮遊させるとアーツダメージを上昇させます。モチーフ武器がないと必殺技を打つまでの間、ギルベルタは棒立ち状態になってしまうんで、モチーフ武器は欲しいところです。各オペレーターの装備はこんな感じ。ギルベルタはルテン4セットがおすすめ。必殺チャージの回復効率アップ。3セット効果で必殺技のアーツ脆弱とともにデバフを与えていきます。武器はモチーフ武器の使命必達が最適。時点で弔いの歌ですかね。一応代用武器は紹介しますが、先ほど説明した通り使命必達は欲しいところです。5月14日に復刻が来るんで、持ってない人は狙っていきましょう。それではローテーションを解説していきます。開幕ペリカの戦技で電磁付着、ゾアンの重攻撃で連携技を発動。その後感電状態をゾアンの戦技で消費してからペリカ、アークライト、ギルベルタの連携技をつないでいきましょう。ここまでが1サイクル。今でちょうど3つ目のパーティー紹介ですが、皆さん気づきましたか？ゾアンのローテーションが簡単すぎる。ゾアンとペリカとアークライトが固定メンバーなんで、本筋の立ち回りが変わらないからだとは思うんですけど、こんなに簡単でこんなに火力を出していいのかと思ってしまいます。マジで一つ前のロッシが難しすぎたのかな。難しいオペレーターはオペレーターで、僕個人的には楽しくて使ってていいんですけど、それゆえにゾアンは攻撃範囲も広いし、ローテーションも簡単やし、マジで今から始め得なんじゃないかなとは個人的に思ってます。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。とは言っても、ゾアンの戦技にギルベルタの必殺技を合わせるだけ。ゾアンの必殺技を発動してから戦技、重攻撃、連携技のループで火力を出しながら総来剣を生成していきます。総来剣が9本溜まって、ゾアンが戦技を打つタイミングでギルベルタの必殺技を発動。これでとんでもないダメージが出ます。続いて IB エナを採用したパーティー。補助オペレーターが入っておらず、バフやデバフが乏しいんですが、IB エナ自身も火力が出せるんで相性がいいです。しかもゾアンのローテーションをぐるぐる回してると、ついでに IB エナの槍も生成できるんでめちゃくちゃ強い。ゾアンが電磁属性の突撃オペレーターで実装されると判明して、IB エナが終わってしまうんじゃないかと思っていた管理人も多いと思うんですが、まさか同じパーティーに入るとは思わなかったですよね。ここの調整がエンドフィールドの運営はうまいですよ。単純な上位互換を出さないというありがたいお話です。各オペレーターの装備はこんな感じ。IB エナは骨材3セット、腕に軽量超域プロテクターがおすすめ。IB エナはゾアンに関係なく自分で火力を出していくんで、シンプルに火力を上げる装備で大丈夫です。骨砕3セットは戦技ダメージをがっつり上げてくれるんで最適ですね。武器はジェットが最適。時点で球身の槍が選択肢に上がります。どちらも IB エナの性能とマッチしてますんで、持ってる方を装備しましょう。それではローテーションを解説していきます。開幕ペリカの戦技で電磁付着、重攻撃を当てて連携技で感電状態。ゾアンの戦技で感電を消費しながら総来剣を生成。その後ペリカ、
アークライト、IB エナの連携技を発動していきましょう。ここまでが1サイクル。この1サイクルの動きを見るだけでわかるんですが、ゾアンの邪魔をすることなく IB エナの槍を生成できましたよね。これがゾアンと IB エナを組み合わせた時の強さなんですよね。お互いがお互いを邪魔せず、自分が火力を出せるように準備できるというのが優秀。ゾアンの連携技クールタイムは18秒、 IB エナは13秒で5秒のズレがあるんですけど、ペリカの戦技で電磁付着をつけて重攻撃を当てれば発動できるんで、ずれてても問題ありません。コツコツと総来剣と雷装を生成していきましょう。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。注意すべきはゾアンの位置ですね。 IB エナで槍を回収するとき、しっかりと敵を巻き込める位置に移動しましょう。ゾアンの必殺技発動から IB エナの必殺技発動で強雷装を設置。 IB エナの必殺技は敵に電磁脆弱を付与できるのも強いですよね。あとはゾアンで適当に戦技を打って終了です。めちゃくちゃ簡単に火力が出て気持ちがいい。最後にアレッシュを採用したパーティー。アレッシュはアーツ以上が消費されたタイミングで連携技を発動できて SP を回復できますから、感電状態を消費しまくるゾアンと相性がいいです。クールタイムも9秒となかなかの速さ。アークライトとアレッシュ、先方オペレーターが2体も採用されているということで、ゾアンの戦技を連打できるのも魅力ですかね。特に必殺技を発動してからだとゾアンの戦技が途切れることがありません。いつも通りゾアン、ペリカ、アークライトのローテーションを回してれば勝手にアレッシュの連携技がついてくるんで、電磁3体のローテーションさえ覚えてれば使えるというのも簡単で魅力です。各オペレーターの装備はこんな感じ。アレッシュは新しく追加されたパイオニア3セット、胴体に旧国防具がおすすめ。新装備を作れない管理人は既存のパイオニアで代用してください。アレッシュの連携技は一定確率で金の魚を釣ることがあります。この金の魚を釣り上げると追加で SP を回復できるんですけど、この確率はサブ能力である知性を上げることで上昇します。なのでメイン能力上げが知性で、かつサブ能力アップの新装備が最適ということなんですよね。ゾアンと組み合わせる場合、アレッシュは魚を釣るだけの男になるんで火力もいりませんし、知性をガン盛りしていきましょう。武器はテルミットカッター、もしくは建造鋳造車から選択しましょう。ただテルミットカッターはアークライトに装備してる人がほとんどだと思うんで難しいところですよね。建造通常車は知性が上昇して金の魚の確率が上がりますし、必殺チャージの回復効率アップもついてるんで、全然こちらでも問題はないです。それではローテーションを解説していきます。開幕ペリカの戦技で電磁付着、ゾアンの重攻撃を当てて連携技発動、これで感電。すぐさまゾアンの戦技で感電消費プラス総来剣を生成。その後ペリカ、アークライト、アレッシュの連携技を発動させていきましょう。ここまでが1サイクル。このパーティーだと SP にかなりの余裕ができるんで、アークライトの戦技で感電を消費することも視野に入れておきましょう。いやー簡単ですよね、ローテーション。アレッシュが連携技で勝手に魚を釣り上げるだけなんで、特に意識することなく立ち回れます。プラスアレッシュを採用することでアークライトの戦技も使えるようになるんで、補助オペレーターのサポートがないという点で見ても、総合的な火力はこっちの方が上なんじゃないかなとも思ってます。 SP に余裕があるっていうのはありがたいですよね。なんか立ち回りに余裕ができるというか、めちゃくちゃ安心感があります。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。とは言ってもゾアンのループコンボを行うだけです。ゾアンの必殺技発動、戦技で電磁付着、重攻撃、連携技で感電状態、また戦技、このループですよね。
合間合間にアークライトとアレッシュの連携技が挟まって SP を回復できるんで、重攻撃と連携技をすっ飛ばして戦技を連打してるだけでも OK です。ロダン君は消滅します。いかがだったでしょうか。今回は限定星6オペレーターゾアンファンイで組めるパーティー紹介でした。ロッシが実装された後だからより感じるんですが、ゾアンはローテーションが簡単すぎます。パーティーメンバーが3体固定だからローテーションに変化が少ないというのも理由でしょうが、それにしてもですよね。都合よくミフが電磁属性の重装オペレーターあたりで実装されてゾアンと相性バッチリみたいなことがあると、ローテーションにも変化が生まれそうです。何にしても将来性をしっかりと残しつつ今でもしっかり強いというのはさすがゾアンファンイですよ。今回紹介したパーティー以外にもこんなオペレーターが実は相性いいよみたいなのがあればコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。